皆さん、こんにちは。中川です。今日は日本語のリスニング練習です。レベルは N4 です。今日のテーマは、日本料理の教室に参加した経験です。知らない言葉や文法が出てきても、最後まで聞いてください。動画の最後に、今日出てきた文法をまとめて紹介します。今回は原田さんに話を聞きます。原田さんは半年前から日本料理の教室に毎週通っています。よろしくお願いします。原田です。よろしくお願いします。原田さん、料理教室に入ったのはどんなきっかけでしたか？料理が上手になりたくて、でも一人でレシピを見ながら作るのが続かなかったんです。わかります。一人だとどうしても続きにくいですよね。私もレシピ本を買っても、ほとんど使わないままになっています。そうなんです。それで、誰かと一緒に習う環境があれば続けられると思って、教室を探し始めました。ちょうどその時、友達に誘われて、二人で近所の料理教室に行ってみることにしました。お友達のお誘いというのが大きかったですね。一人で申し込むのは、また違う勇気がいりますよね。そうです。一人だと、もし会わなかったら、とかいろいろ考えすぎて、なかなか踏み出せなかったと思います。その友達も、料理はあまり得意じゃなかったんですか？そうなんです。二人ともあまり得意じゃなくて、一緒に上手くなろうという感じで誘い合いました。同じスタートラインに立つ仲間がいると、心強いですよね。申し込む前に、口コミを調べておきました。先生がとても丁寧に教えてくれるらしいと書いてあって、ここに決めました。口コミって本当に参考になりますよね。料理教室は先生との相性が大事だと思うので、特に大切ですね。実際に行ってみて、先生はどんな方でしたか？40代くらいの女性の先生で、とても明るくて話しやすい方でした。最初から失敗しても大丈夫ですよ、と言ってくれて、緊張がほぐれました。その一言があるかないかで、雰囲気って全然変わりますよね。最初の言葉は大事だなと改めて思います。本当にそうです。あの言葉のおかげで、のびのびと参加できました。クラスにはどんな方たちが参加していましたか？全員で10人くらいで年齢がバラバラでした。20代から50代までいろいろな方がいました。幅広い年齢層だといろいろな視点で話が広がりそうですね。そうなんです。最初は話しかけにくかったですが、一緒に料理しながら自然と仲良くなりました。共同作業があると打ち解けやすいですよね。これ、どうしたらいいですか？みたいな会話から始まりそうです。まさにそうです。これ、どのくらいの大きさに切ればいいですか？という会話からが多かったです。第1回目は何を作りましたか？味噌汁を作りました。でも、ただ作るんじゃなくて、昆布と鰹節から出汁を取る方法から丁寧に教えてもらいました。味噌汁は基本中の基本ですけど、出汁をちゃんと取るとなると奥が深いですよね。私もずっと顆粒出汁を使っています。わかります。先生が出汁を取ってくれたとき、香りがすごく良くて感動しました。味噌汁ってこんなにいい匂いがするんだ、と初めて知りました。
出汁の香りって本物はやっぱり全然違いますよね。それだけで料理が美味しくなりそうです。実際に作ってみて難しかった部分はありましたか？野菜の切り方が思ったより難しかったです。大根を均等な大きさに切るのがなかなかうまくいきませんでした。大根、硬いし、あの大きさを揃えるの難しいですよね。私は今でも厚さがバラバラになります。そう言ってもらえると少し安心します。先生が包丁は引きながら切るんですよ、と教えてくれて少しコツをつかめました。引きながら切る。知りませんでした。家でもやってみます。失敗して学べるのが教室のいいところですよね。そうなんです。失敗してもすぐ直し方を教えてもらえるのが一人でやるのと全然違うところです。味噌汁が完成した時はどんな気持ちでしたか？完成した味噌汁を見た時、色がきれいで美味しそうに見えました。自分で作ったものって特別に美味しく感じますよね。達成感もプラスされて。まさにそうです。あの一口で教室に来てよかったと思いました。第1回目でそう感じられたなら、次の回が楽しみだったでしょうね。2回目はどうでしたか？2回目は野菜の炒め物でした。火加減の調整が難しくて少し焦がしてしまいました。火加減って難しいですよね。私もよく強火にしすぎてしまいます。先生が強火のまま混ぜながら炒めると水分が出てべちゃべちゃになります、と教えてくれました。その時初めて知りました。なるほど。そういう理由があったんですね。知らないとなぜうまくいかないのかわからないままになってしまいますよね。そうです。失敗した時になぜを教えてもらえるのが教室の一番いいところだと思います。失敗して恥ずかしいとか落ち込んだことはありましたか？最初はそう思いました。でも、みんなも同じように失敗していたので、だんだん気にならなくなりました。失敗を笑い飛ばせる雰囲気になれたのは、先生の大丈夫という言葉が最初にあったからかもしれませんね。そうかもしれません。あの言葉がなかったら、もっと緊張したままだったと思います。3ヶ月くらい続けてきて、自分が上達したと感じた瞬間はありましたか？あります。3ヶ月目に入った頃、先生の手元を見ながら話を聞いても、前よりずっと余裕を持って理解できるようになりました。余裕が生まれると、見える世界が変わりますよね。最初は自分の手を動かすのに必死で、先生の動きまで見られなかったんじゃないですか？まさにその通りです。最初は自分のことで精一杯でしたが、3ヶ月目からは先生の細かい動きも見えるようになりました。特に印象に残っている授業はありますか？4ヶ月目に親子丼を作った授業です。あの授業は今でも一番思い出に残っています。親子丼、美味しそうですね。何か特別なことがあったんですか？親子丼の一番難しいのは卵の半熟の加減なんです。タイミングが少し違うだけで硬くなりすぎてしまうんです。半熟の卵、私もいつも硬くなりすぎてしまいます。コツがあったら教えてほしいくらいです。先生が火を止めてから卵を入れて余熱で仕上げるんですよ、と教えてもらいながら自分でも試しました。
火を止めてから入れる、これは知りませんでした。今度やってみます。2回チャレンジさせてもらえるのも教室ならではですよね。そうです。一人でやっていたら失敗したままで終わっていたと思います。完成した親子丼を食べてみて、味はどうでしたか？思った以上に美味しくて感動しました。卵のトロトロ感と出汁の効いたタレがよくあって、本当に美味しかったです。その話を聞くだけで食べたくなってきました。隣の方も喜んでくれましたか？はい。隣の方がうまくできてよかったね、と言ってくれて、それもすごく嬉しかったです。クラスの人と一緒に喜べるのも教室の特別なところですよね。一人では味わえない嬉しさがある気がします。そうです。一人で料理していたら美味しくできてもよかったと心の中で思うだけですよね。その後、家でも親子丼を作ってみましたか？その日の夜に作ってみました。教室と家のコンロでは火の感じが少し違って、最初は難しかったです。その日の夜にすぐ。行動が早いですね。習ったことをすぐ試したくなるの、よくわかります。家族に作って、美味しいと言ってもらえた時が、半年間で一番嬉しかった瞬間かもしれないです。お母さんとかに褒めてもらえるのは格別ですよね。母からこれ、料理教室で習ったのと聞かれて、ちょっと自慢したくなりました。わかります。そういうバレたって嬉しい瞬間ありますよね。ここで少し視聴者の皆さんにも聞いてみたいことがあります。皆さんは料理で一番難しいと思うことは何ですか？切り方、火加減、それとも味付けでしょうか？コメントで教えてください。原田さん、続きを話しましょう。原田さん、料理教室に通って家での料理も変わってきましたか？かなり変わりました。前はレシピを見ないと何もできませんでしたが、今は少しアレンジしながら作れるようになりました。レシピ通りから抜け出せると、料理が一気に楽しくなりますよね。アレンジって具体的にはどんなことをしていますか？例えば、醤油が少ない時にみりんや塩で調整したり、冷蔵庫にある野菜を変えてみたりします。調味料のバランスを感覚でつかめるのは、基礎がしっかりついた証拠ですよね。それって教室で教わることで身につくものですね。そうだと思います。最初の頃は、なぜこの調味料をここで入れるのかがわからなかったですが、今はだいたい理由がわかるようになりました。なぜがわかると応用が効くようになりますよね。料理が好きになり始めたのはその頃からですか？そうです。3ヶ月目くらいから上手くなりたいという気持ちより、作ること自体が楽しいという気持ちが大きくなってきました。その変化って大きいですよね。上手くなりたいから楽しいへのシフトが起きると続け方が変わる気がします。そうです。楽しいと思えるようになってから週に1回の教室がとても待ち遠しくなりました。料理の量も増えましたか？教室以外の日も料理していますか？増えました。以前は週に1回か2回しか料理していませんでしたが、今は毎日何か作るようになりました。毎日作るようになるとは本当に大きな変化ですね。最初から比べると全く別人みたいです。自分でもそう思います。
料理が好きになるために教室に入ったのに、本当に好きになるとは思っていませんでした。慣れたらいいな、くらいの気持ちで入ったら、本当に慣れた、ということですね。それはすごいことですよね。教室の力と一緒に頑張ってくれた友達のおかげだと思っています。クラスの友達との関係も教室の外に広がりましたか？広がりました。授業が終わった後、近くのカフェでお茶をするのが習慣になりました。料理の話はもちろん、仕事や日常の話でも盛り上がります。料理を通じて、また新しい友達関係ができたんですね。習い事ってスキルだけじゃなくて出会いもあるのがいいですよね。本当にそうです。最初は友達と2人で入ったのに、クラスで新しく仲良くなった方も3人くらいいます。それは素敵ですね。特に年齢が違う方とも仲良くなれると、いろいろな視点で話が広がりそうです。そうなんです。50代の方から料理の昔ながらの知恵を教えてもらえます。半年続けてきて、自分が一番成長したと思う点は何ですか？料理に対する自信がついたことです。以前は私には無理と思っていたことが、今では普通にできています。無理ができるに変わるのって、料理に限らず大事な経験ですよね。そしてその自信って他のことにも広がっていきませんか？そうなんです。料理で自信がついてから他の新しいことにも挑戦してみようという気持ちが出てきました。今、教室でまた新しいメニューを楽しみにしていることはありますか？来月、天ぷらの授業があります。揚げ物は難しそうなので少し緊張していますが、すごく楽しみです。天ぷら。油の温度管理もあるし、難しいですよね。でも、うまくできた時の達成感はきっと格別ですよ。先生が揚げ物はコツをつかめば意外と早くうまくなりますよ、と言ってくれているので、信じて頑張ります。その先生の言葉、信じてください。半年でここまで成長してきた原田さんなら、きっと大丈夫ですよ。ありがとうございます。そう言ってもらえると、また頑張れます。これから料理教室に通いたいと思っている方へ、アドバイスをお願いします。まず、料理が得意じゃないから参加できないわけではないということです。むしろ苦手な人ほど上達が感じられると思います。それ、参加しにくいと思っている方には特に聞いてほしい言葉ですね。あと、できれば友達と一緒に申し込むことをお勧めします。一人より絶対に楽しいですし、続けやすいです。同じ目標を持つ仲間がいると続けやすいですよね。一人だとお休みしやすいですが、友達がいると今日も行こうという気持ちになりやすいですし。最後のアドバイスは、最初の3回は必ず続けることです。3回というのは具体的な数字でわかりやすいですね。確かに1回で判断するのは早すぎますよね。そうです。3回通えば先生にもなれますし、クラスの人たちとも話せるようになります。それからが本当のスタートだと思います。原田さんのアドバイス、すごく具体的で参考になります。料理教室、私も行ってみたくなってきました。ぜひ行ってみてください。中川さんなら、きっとすぐ上手くなりますよ。ありがとうございます。
近所の教室を調べてみます。原田さんが口コミを見ておくのが大事と言っていたので、ちゃんと調べておきます。近くで良い教室が見つかるといいですね。最初の体験レッスンに一緒に行きましょうか。それは心強いです。一緒に行けると安心ですね。原田さん、今日は本当に素敵なお話をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。天ぷらの授業、うまくできたらまた報告します。楽しみにしています。では皆さん、今日の会話で知らなかった文法や表現があれば、コメントに書いてください。ちなみに、教室では今まで他にどんなものを作りましたか？味噌汁、炒め物、煮物、親子丼の他に、炊き込みご飯も作りました。炊き込みご飯も作ったんですね。難しかったですか？意外と簡単でした。材料を切って、調味料と一緒に炊飯器に入れるだけで、あとはお任せです。それは作りやすいですね。家でも作ってみましたか？作りました。鶏肉とごぼうの炊き込みご飯を作ったら、家族みんながおかわりしてくれました。家族みんながおかわりするって、料理した人にとって最高の瞬間ですよね。本当にそうです。あの瞬間のために、また料理しようという気持ちになります。料理教室に通うようになってから、食材の買い物の仕方も変わりましたか？変わりました。以前はレシピに書いてある食材をそのまま買っていましたが、今はスーパーで食材を見てから何を作るか考えるようになりました。それって料理が楽しくなってきた証拠ですよね。レシピに縛られないで自分で考えられるのはかっこいいです。まだまだですが、野菜の旬が少しわかるようになってきたのは嬉しいです。春はタケノコ、秋はさつまいもとか。旬を知っているって料理の知識として大事ですよね。旬の食材を使うとやっぱり美味しさが違いますよね。そうです。先生が旬の食材は値段も安くて栄養もたっぷりですよと教えてくれて意識するようになりました。教室のクラスメートで特に印象に残っている方はいますか？50代の女性の方で料理歴が30年あるのにずっと笑顔で新しいことを試している姿がとても印象的でした。30年の経験があっても学ぶ姿勢を持ち続けているのは素晴らしいですね。その方から料理はずっと勉強だよという言葉を聞いて料理に終わりはないんだなと感じました。その言葉、日本語の勉強にも当てはまりますよね。ゴールがないからずっと楽しめる。そう思います。料理も日本語も続けていれば必ず少しずつ上手くなりますよね。料理教室はあと何ヶ月くらい続けるつもりですか？最初は半年と決めていましたが、今はやめたくないと思っています。天ぷらの後も続けようと思っています。やめたくないと思える習い事ってなかなか出会えないですよね。それはすごくいい教室に入れたということですね。そうだと思います。先生とクラスの皆さんのおかげです。次に挑戦してみたい料理は天ぷらの他に何かありますか？お寿司を自分で作ってみたいです。酢飯の作り方が難しそうですが、いつか挑戦したいと思っています。お寿司は難しそうですよね。でも、自分で作った手巻き寿司でパーティーとか、
想像するだけで楽しいですね。そうなんです。いつか友達を呼んで手巻き寿司パーティーをしてみたいです。それが実現したら完全に料理好きな人ですよね。半年前の自分からは想像できなかったと思いますか？全く想像できなかったと思います。半年前の私は料理が好きになるなんて思っていませんでした。でも今は好きになっている。それが一番のお土産ですよね、料理教室から。そう言ってもらえると本当に嬉しいです。技術だけじゃなくて料理への気持ちを変えてもらえたことが一番大きいと思います。最後に今日の話を聞いた視聴者の皆さんへ一言お願いします。何か新しいことを始めたいけど一歩が踏み出せないという方に言いたいのは、まず体験レッスンだけ行ってみてくださいということです。続けるかどうかはその後で考えればいいと思います。まず言ってみることが大切です。その言葉、料理教室だけじゃなくて彩り地なことに使えますよね。日本語の勉強もまず始めてみることが一番ですよね。そうですね。始めてみないと自分に合っているかどうかもわからないですよね。原田さん、今日は本当に素敵なお話をたくさんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。天ぷらの結果もぜひ報告させてください。ぜひお待ちしています。皆さんも楽しみにしていてください。今日の話を聞いて、料理教室の良さがよく伝わってきました。技術だけじゃなくて、人とのつながりや自信まで得られるんですね。そうです。私もこの半年間、料理だけを学んだわけじゃないと思っています。生活の一部になった習い事って本当に価値がありますよね。視聴者の皆さんも何か一つ新しいことを始めるきっかけになれば嬉しいです。原田さん、最後に今日一緒に話せてよかったです。また天ぷらの後にぜひ話を聞かせてください。はい、ぜひ。今日は楽しかったです。ありがとうございました。では、今日の会話の中で使った文法をまとめて紹介します。一つ目は、てみるです。教室に行ってみることにしたのように、試しにやってみることを表します。二つ目は、てしまうです。少し焦がしてしまったのように、予想外や残念な結果を表します。三つ目は、ながらです。先生の手元を見ながら説明を聞いたのように、同時に二つのことをすることを表します。四つ目は、ためにです。料理が好きになるために教室に入ったのように、目的を表します。五つ目は、てよかったです。教室に来てよかったのように、よかったと感じる気持ちを表します。六つ目は、安い、にくいです。続きやすい、話しかけにくかったのように、しやすいかしにくいかを表します。七つ目は、らしいです。先生が丁寧に教えてくれるらしいのように、聞いた情報を伝えるときに使います。八つ目は、そうだです。美味しそうに見えたのように、見た目から判断するときに使います。9つ目は手置くです。口コミを調べておいたのように、あらかじめ準備することを表します。10番目は過ぎるです。硬くなりすぎてしまったのように、程度が過ぎることを表します。11番目はてもらうです。先生に教えてもらったのように、
人にしてもらうことを表します。12番目は、始めるです。料理が好きになり始めたのように、何かが始まることを表します。今日の文法は、日常会話でよく使われます。料理以外の場面でも使えるので、ぜひ自分の言葉で練習してみてください。N4 の試験に向けて一緒に頑張りましょう。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。原田さんの天ぷらの結果を皆さんも楽しみにしていてください。ありがとうございます。頑張ります。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントもいつも楽しみに読んでいます。皆さんが料理で一番難しいと思うことのコメント、ぜひ書いてください。他の動画もぜひ見てください。今後も日本語の学習に役立つ動画を様々なテーマで作っていきます。今後もいろいろなテーマで日本語の勉強に役立つ動画を作っていきます。楽しみにしていてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。